今日は私たちと同じ元エホバの証人2世であるタモさんの著書カルト宗教を信じてましたをご紹介したいと思います。表紙はこんな感じです。エホバの証人2世の私が25年間の信仰を捨てた理由。友達、服装、進学、恋愛、夢、多くのことを諦めてきたのに、神様っていないの？と書いてあります。漫画でとても読みやすくて、エホバの証人がどのような組織か、信者が何を信じていて、普段どのような活動をしているか、親がエホバの証人にはまると、その子供がどのような壁にぶつかって生きていくか、非常に分かりやすいので、エホバの証人に馴染みのない一般の方にエホバの証人や宗教2世の問題について知っていただくためにはすごくいいなと思いました。読まれた方も多いと思いますが、私は共感できることだらけでした。今日はこの本のあらすじを自分の実体験や感想を交えてご紹介させていただきます。タモさんは10歳の時に母親に連れられてエホバの証人に入信し、表紙にあった通り進学や夢、友人関係など多くのことを宗教による制限のために諦めてきましたが、息子さんの病気をきっかけに教団への違和感を強められて35歳の時に脱退されています。まずタモさんのお母様がどのようにエホバの証人にハマっていったかというお話からこの本は始まります。タモさんのお母様は地方の農家の出身で、結婚して初めて地元を離れて見知らぬ土地に移り住んだそうです。タモさんも含めて4人のお子さんを出産されていて、父親は家のことを一切やらないタイプの人で、日々ワンオペで家事と育児に追われるようになったそうです。また、もともと騙されやすい方で、高い教材ですとか数十万円する鍋とかを買ってしまう方だったそうです。この時点でもう私の母と共通することが多いです。私の母については過去に動画にしているので、もし興味のある方は詳しくはそちらも合わせてご覧いただければと思うのですが、私の母もフィリピンの田舎から栃木のど田舎に言葉がわからない状態で嫁いできて、私の父もタモさんのお父さんと同じく家事育児はノータッチな人だったので、母は若干育児ノイローゼ気味だったんですね。あと私の母もとても騙されやすくって、同級生の親から大量の水素水ですとかサプリを買わされたり、高い教材を買ってしまったりしていました。ある日、タモさんのお母様は通っていた洋裁教室で品の良い娘さんたちを見かけまして、そのお母様にどうやったらお宅のような素敵な娘さんに育てられるのですかと尋ねたところ、その人から実は聖書を学んでいるからなんですという回答を受けるんですね。実はこの洋裁教室で出会った品のいい娘さんたちのお母様がエホバの証人だったんです。そのエホバの証人の姉妹からいつか楽園が来て、エホバの証人の信者たちだけがそこで永遠に生きることができるという教えを聞いて、タモさんのお母様はまさに望んでいた世界だと魅力的に感じて入信してしまいます。過去の動画でもお話ししたのですが、エホバの証人の信者は育児で忙殺されていたり、病気をしていたり、 DV など家庭で問題を抱えている方が多い印象があります。やっぱりこういった難しい状況に置かれている人たちにとって、楽園とか永遠の命という言葉は魅力的ですよね。またタモさんのお母様も専業主婦で、毎日育児に追われていたけど、エホバの証人の集会に出席すると周りの信者たちが声をかけてくれて励まされますみたいな感じで、新人には積極的に話しかけるんですね。タモさんのお母様は徐々にエホバの証人の改宗に自分の居場所を見出すようになります。
だんだん旦那さんが反対し始めてきて、ある日改宗の信者の姉妹に家族に一人味方を作っておいたらとアドバイスを受けます。タモさんは4人兄弟だったのですが、タモさんのお母様は比較的おとなしくて断れなそうなタモさんを自分の味方につけようとして聖書研究を始めさせます。はじめは英語のレッスンという名目でエホバの証人の姉妹と教団の出版物、多分私の聖書の物語だと思うんですけど、その出版物を使って英語の勉強を始めるんですけど、いつの間にか本格的な聖書研究になっていったとのことです。こうして聖書研究を重ねていくうちに、タモさんも徐々に洗脳されていきました。ここで余談として、エホバの証人には美人が多いという話が出てきています。これは別に本当に美人が多いというわけではないと思うんですけども、信者はエホバの民として布教活動にも行くので、いつも笑顔で礼儀正しくいるように教育されているんですね。みんなすごく優しいし、物腰も柔らかいので、雰囲気で美人風に見えるのかもしれません。また服装が厳しくて周りの人がつまずいてしまうような服装はダメで、つつましい服装でいないといけないんですね。ミニスカートとか露出が多い服や体のラインがくっきり出てしまう服装はもってのほかですし、今はどうなってるかわからないんですけども、私の頃は確か女性は集会や奉仕に行く時にズボンを履くこと、パンツスタイルもダメだったんです。本当に清楚なロングスカートと体のラインがくっきり出ないブラウスみたいな感じで、そういう清楚というかつつましい服装をさせられるので、タモさんのお母様のようにエホバの証人の姉妹たちを品がいいと感じる方もいるんだろうなと思いました。なのでもう別にそんな美人の集まりっていうわけじゃなくて、なんか雰囲気美人風に見える人が多いっていうことだと思います。タモさんは小学生の頃にもうすぐハルマゲドンが来るということを周りの友達に証言したら気持ち悪いと言われてしまったというエピソードがあるのですが、小学校での生活についてはあまり詳しくは描かれていませんでした。エホバの証人の子供は学校で国歌校歌歌えなかったり、運動会の騎馬戦や鼓笛参加できなかったり、柔道剣道の授業も参加できなかったり、誕生会とか七夕の短冊を書いたり、クリスマスのリースを作るといった授業にも参加できなかったり、奈良京都への修学旅行で神社お寺に立ち寄る場合はバス待機しなければならなかったり、本当に学校でできないことが多くて、周りから浮いてしまうこともあると思うんですけども、その辺の2世信者が学校でぶつかる壁の詳細は割愛されていて、ちょっと触れる程度でした。タモさんは中学校に上がり、周囲から孤立してしまって、ますます宗教にのめり込んでいきます。これは私も全く同じ状況だったので、すごく気持ちわかります。私も中学の頃にフィリピンにいたのですが、言葉わからないし、テストも0点ばっかり取って、周りと違うのがストレスで、エホバの証人の集会に行ったり宗教活動にのめり込んでいました。ある日タモさんは中学の演劇部に興味を持って見学に行くのですが、それが母親と信者である姉妹にバレてしまうんですね。タモさんはもともと上がり症で、集会で仲介をしたり割り当てとかで人前で話すことが苦手だったそうで、演劇部に入ったらその上がり症も克服できるかもしれないし、仲介とか割り当てもうまくいくと思ったという言い訳をするんですけど、そしたらその信者の姉妹に、エホバの物事を行うのにサタンの助けを求める必要はありません、今すぐやめなさいと言われてしまうんですね。
部活がサタン扱いなんですよ。以前 NHK の逆転人生の宗教2世特集のレビューの時に取り上げた坂根真美さんのケースと同じですよね。坂根さんも足が速かったから陸上部に入りたいと親に言ったのですが、入れてもらえませんでした。こうしてタモさんは部活に入ることも許されず、学生時代は集会に行ったり布教活動をしたり、布教活動の練習をしたり、自分や家族で聖書研究をするという宗教活動に時間をほぼ費やして学生生活を送ります。ある日、タモさんのお父さんが切れるんですね。タモさんのお母さんがひな人形とか仏壇を捨てたり、タモさん以外の兄弟も集会に連れて行こうとするんです。仏壇を捨てるなんてって思う方もいると思うんですけども、ちなみに私の母も仏壇を破壊していました。そういうタモさんのお母さんの行動へのストレスが積み重なって、ある日タモさんのお父さんが切れて暴力を振るってしまうんですね。でもエホバの証人の信者に暴力って全然効かないんですよ。なぜなら暴力を振るわれたり迫害を受けるっていうことは真の宗教の証だし、迫害を受けるということは自分がサタンに試されている証拠とみなしてしまって、本望だとさえ思ってしまうんです。イエス・キリストが迫害されたのと同じように、エホバの民も必ず迫害に遭うと教えられていて、私たちが正しいことをしているからサタンが必ず邪魔をしに来る。そしてその迫害に耐え忍べるようにエホバ神が必ず守ってくださると教えられています。なので迫害に遭うことさえ本望と思ってしまいます。ちなみに私の父は暴力を振るう人ではないんですけども、たまにエホバの証人について否定的なことを言ってしまうと、私の母もよくサタンに試されていると言っていました。悪いことが起こるとサタンに試されているというのがお決まりです。またタモさんのお母さんは信者の姉妹からイエスが私よりも親兄弟を愛するのはふさわしくありませんと言われましたので、家族への愛が神に勝ってしまうように家族よりもエホバ神を愛するようにと言われてしまうんですね。自分の夫よりもエホバなんですよ。エホバが一番大事なんです。むしろ自分の夫は信者じゃないし迫害してくるからサタンとみなすんです。怖いですよね。このような背景があって、いくら暴力を振るわれたとしても自分が正しいことをしているがゆえにサタンに試されていると完全に洗脳されてしまっているので、全く暴力は効かないんです。タモさんのお父さんがいくら暴力でお母様の目を覚まそうとしても全く効かないので、お父さんもしまいには飽きて暴力をやめるのですが、そうするとエホバ神が守ってくださったって思ってしまうんですね。実際にタモさんのお母さんももうエホバ神が守ってくださったと大興奮なんです。でも実際にはタモさんのお父さんももう暴力が全然効かないから飽きて諦めただけなのに、エホバが助けてくださったと信じてしまうので、余計タモさんとお母様の暴走は止まらなくなってしまいます。そしてタモさんはバプテスマを受けて正式なエホバの証人となります。バプテスマというのは洗礼のことなのですが、プールに全身を水に浸して過去の生き方を捨てて、これからはエホバに仕えるために生まれ変わるという意味を持ちます。このバプテスマが結構肝で、これを受けているかいないかで大きな差があります。なので同じ2世信者でもバプテスマを受けた2世とそうじゃない2世は全然違う運命があると思います。たまにバプテスマを受けていない2世の方からそんなに厳しくなかったとかコメントをいただくんですけども、それはその人がバプテスマを受けていないからだと思うし、熱心な信者はもうやばいです。
例えばバプテスマを受けていない信者は大人になって離れたとしても別に正式なエホバの証人ではなかったので、家族から関係を断たれたり忌避されたりしないかもしれませんが、バプテスマを受けてしまうともう正式な信者になってしまうので、バプテスマを受けた後に罪を犯して排斥をされてしまったり、自分から辞めると言って断絶をして組織を離れてしまうと、家族だろうと友達だろうと忌避の対象になり、一切関わりを持てなくなってしまいます。なのでバプテスマを受けた後にその宗教を離れるということは、今まで築いてきた家族関係だったり友達と決別しなければならないということを意味するので、抜けづらいですよね。タモさんもバプテスマを受ける前にそのことが頭をよぎるのですが、他に行くところもないし、お母様を喜ばせたいという思いがあってバプテスマを受けてしまいました。そんな中、1995年阪神・淡路大震災が起こります。タモさんの家族が全員無事だったことをタモさんのお母様がエホバ神が助けてくださったんだわと言うんですね。でも同じ改宗で命を落とされた方もいて、その亡くなった姉妹については義なる人も災いに遭うのは仕方がないと言うんですね。タモさんはそれに疑問を感じて、地震で信者じゃないお父さんや兄弟はエホバのおかげで助かったのに、どうして姉妹は助からなかったのと聞いてしまうんですね。そしたらお母様が、疑念を抱くのは良くないことだわ。あなたはサタンに付け狙われているのよ。姉妹は亡くなっても復活があるじゃない。楽園での命こそ真の命よ。と怒られてしまうんですね。いつもそうなんですよ。疑念を抱くとサタンに付け狙われているとか霊的に弱っているとか言われてしまうので、疑念をぶつけられないんですね。都合が悪かったり答えられないことがあると、エホバを信じて待つしかないみたいなことを言います。否定的な意見は一切シャットアウトする点は本当にカルトチックだなと思ってしまいます。エホバの証人は信者以外の人を世の人と呼びまして、親密にできないので、改宗の中でよく交わり、つまり食事をしたりお茶会をしたりしてちょっとしたレクレーションをします。私の改宗には若者というか同世代の信者が全然いなかったので、ちょっと年上の姉妹の家に行ってお料理をして食べたりバーベキューをしたりして遊んでもらっていました。ある日のお茶会で子供を持つ姉妹たちが子供に懲らしめを与える際に何を使っていたかという話題で盛り上がるんです。うちは布団叩き、うちはガスホース、やっぱり金属製がよく効くわ、靴べらが一番よ、よくしなるものとか言ってるんですね。今こんなことをしたら虐待だと思うんですけども、口答えしたからもう10回追加したとか、お茶会で楽しそうに堂々と虐待の話をしていたんです。それを見たタモさんはギョッとするんですね。エホバの証人の子供は2時間とか3時間くらいある集会に毎週連れて行かれるんですけども、そこでじっとしていられなかったり、教団の世間の常識からかけ離れた掟を破ってしまうと懲らしめが与えられて、無知によって教えを守ることを強制されるんです。本当にこれもカルトチックだなと思ってしまいます。タモさんは高校生になると高校の制服って短いじゃないですか。でもタモさんは別に超ミニスカートにしてたわけじゃないし、下にスパッツも履いていたんですね。その制服で集会に行った際に長老の妻に、この世的な服装だ、好きな人でもできたの？若い兄弟たちを誘惑するのはやめなさいねと嫌味を言われてしまったんですね。本当に厳しいんですよ。長老の妻は常に信者を監視していて、ふさわしくないと判断したものをいじめる人が多いと解説されていたのですが、私の改宗にはあんまりこういう嫌味を言ったり人をいじめる姉妹はいませんでした。
でもタムさんもしかり、この間取り上げた坂根真美さんもこのような回収内の姉妹から嫌味を言われたりいじめられたという話をしていて、やっぱり回収によって雰囲気が違うんだなと思いました。なんか学校みたいですよね。このクラスはいじめがあるけど、このクラスはみんな仲いいみたいな。高校卒業後、タモさんは絵が得意だったので、漫画家になるために美大に行きたいとお母様に言うんですけども、漫画家になったら忙しくて奉仕や集会の時間が取れない。もし性的な描写や暴力シーンを描けと言われたらどうするの？と言われてしまうんですね。エホバの証人は大学教育や正社員でフルタイムで働くことに否定的です。タモさんの改修でも信者たちが、あの兄弟の息子さん大学に進学したんですって、まあ世の栄養を追い求めたのね、物質主義だわと陰口を言われていたんですね。大学に進学しただけで霊的に弱いとみなされて、そういう圧力をかけるんですよ。これは私も感じたことあります。そんな周りの圧力もあって、タモさんは大学への進学を諦めます。ある日、タモさんは開拓学校で後の夫となる兄弟に出会います。この方はエホバの証人の信者としてはかなり珍しいタイプの人で、派手な車に乗っていてバンドとかも組んでるようなちょっとイケイケな人だったんです。私はこんなイケイケな信者は見たことありません。私の周りには絶対いないタイプの信者だなと思いました。2人は仲良くなって、ある日その男性信者から告白されるんですね。でもその時タモさんはまだ20歳だったんです。エホバの証人は男女交際にとっても厳しいです。付き合うとしても模範的な信者同士で結婚前提に付き合うべきだし、30歳前後が望ましいと言われているんですね。でもタモさんとその男性信者は隠れてこっそり付き合うようになります。そしてそのことがお母様にバレてしまいます。タモさんのお母さんはタモさんのカバンとか持ち物を漁って調べたんですけども、エホバが教えてくれたって言うんですね。タモさんのお母様は、結婚なんて楽園でしなさい、サタンが喜んでいるわって言うんですね。この結婚なんて楽園でしなさいとかサタンが喜んでいるわというフレーズは、私も耳にタコができるくらいよく言われていました。タモさんはこの時お母さんの言うことを聞いていたら、一生誰からも愛されることなく愛することもなくおばあちゃんになるんだと思い、布教活動を広めるという理由をつけて親元を離れる決意をします。やっぱり親元を離れる、これに尽きると思います。私も早くに家を出ましたが、このおかげで今は比較的自由に生活できています。タモさんのお母さんはタモさんの彼氏を呼び出して、もううちの娘に会うなって言うんですね。それをその彼氏さんも飲むんですけども、タモさんのことを本気なので5年後改めて挨拶に来ますと言います。そして5年後2人は本当に結婚します。ある日、信者の姉妹から、終わりの日が近づいているのに子供を作るなんてふさわしくないわよね。今は述べ伝えるべき時期よ。子育てに貴重な時間を奪われるべきではないわと言われてしまうんですね。こういう子供は作んない方がいいよっていう同調圧力がすっごいんですよ。別にエホバの証人でも子供がいる人はたくさんいるし、子供を作っちゃダメとは言っていないんですけども、私の母も全く同じことを言います。私も去年結婚したばかりでまだ子供もいないんですけども、母から電話がかかってきた時に毎回、もうすぐハルマゲドンが近いから子供なんて絶対作るべきじゃないってもう毎回言われます。私は母頭おかしいなと思っていたんですけども、やっぱりこういうこと言う人いるんだな、私だけじゃなかったんだなと思いました。
そんなある日、タモさんは妊娠するのですが流産してしまいます。そしたら流産したばかりなのに信者の姉妹たちがガンガン訪問してきてとんちんかんな慰めをするんですね。今は子供が必要なかったってことだからエホバのご意志ならまた授かるわとか言うんですよ。でもまた妊娠して次の年の春に無事に男の子を出産されます。タモさんは自分のお子さんも集会に連れて行くのですが、ある日タモさんのお子さんが集会中にぐずってしまいます。これは仕方ないですよね。大人に囲まれて何時間もよくわからない話をされているから。でもその件で長老たちが家を訪ねてきて、子供が集会中に騒ぐのはふさわしくない、愛ある懲らしめを与えていないのかと鞭を与えるように注意をされてしまいます。周りの信者たちからも集会に集中したいから鞭を与えておとなしくさせろと言われてしまうんです。でもタモさんは自分の子供をどうしても叩くことができなくって、お仕置き部屋に行って自分の手を叩いて懲らしめを与えたふりをするんです。そしたら年上の姉妹から、今日はいい音が聞こえたわ、頑張ってるのねみたいに褒められるんです。ある日千春くんが難病にかかってしまい輸血が必要になります。皆さんご存知の通りエホバの証人は輸血が絶対禁止です。タモさんのお姑さんも熱心なエホバの証人の信者なので、エホバが何とかしてくれる、エホバを信じなさいとしか言わないんですね。千春くんはもう体が水分でパンパンになっていて危険な状態となり、医師から輸血の同意書を手渡されます。医師からはこの病気を輸血なしで治療した前例はありませんと言われてしまいます。タモさんはエホバ神に謝りながら同意のサインをしてしまうんですね。そして輸血に同意したことをタモさんのお母さんに知られてしまいます。輸血で助かったとしてもせいぜい数十年生きるだけでしょ。輸血を拒否すればエホバから永遠の命をもらえるのよ。十数年と永遠どっちが長いと言われてしまいます。また長老たちが病院を訪問してきて、医師からどのような圧力があろうと最後まで輸血を拒否する姿勢を貫いてください。医師だけでなく看護師や麻酔科医にも伝えて輸血が行われていないことしっかり確認してくださいと念押しするんですね。怖いですよね。今は子供の輸血を拒否すると医療ネグレクトとみなされて、その日のうちに親権が停止して輸血を強行できますよね。結局千春くんは奇跡的に回復して、そしたらタモさんの母親がまたエホバのおかげと言うんですね。タモさんはこの言葉に違和感を覚えます。助かったのがエホバのおかげなら、そもそもなぜ千春くんを病気にしたのか、千春くんだけを完治させて他の子供たちは信者じゃないから助けないのかと。そしてタモさんはある日 YouTube でエホバの証人の児童性的虐待のニュースを見てしまいます。2012年にアメリカで起きたある裁判に関するものでした。原告はエホバの証人の家庭に生まれた女性で、9歳の頃から繰り返し性的虐待をしていた長老と、その性犯罪を隠蔽し犯罪者を野放しにしてきたエホバの証人の組織を訴えたものです。彼女の訴えを皮切りに全世界で同様の裁判が起こりました。子供の頃に信者から性的虐待を受け、口出ししたら排斥にすると脅され、事件をもみ消された人々が大勢いたのです。今エホバの証人の組織は多額の賠償金や和解金の支払いに追われています。そのお金を支払うのは誰か、もちろん信者たちですよね。組織は信者たちに王国会館の建設費用などとして寄付を集めています。 YouTube の浸透によってタモさんは組織のトップである統治隊のメンバーが腕時計にロレックスをはめ高級リゾートに住んでいることなど組織の闇を知ります。今までこのような情報が明らかにならなかったのは
教団組織が自分たちに不利な情報は隠して信者に組織に不利な情報をサタンの情報、サタンの罠としてシャットアウトさせて、声を上げるものを廃教者として切り捨てて信者と関わりを断たせていたからなんです。教義を利用して組織に不利な情報が信者のもとに届かないように遮断するのです。本当にカルトチックですよね。タモさんはそれからエホバの証人について書かれた本を読み漁り、これまで信じていたのは何だったんだ、楽園なんて来ないの、私今まで何してたのと絶望します。そして旦那さんに自分の調べたことを伝えると、旦那さんもあっさりもうやめようって言うんですね。でもこの動画でも何度も言っている通り、バプテスマを受けた正式な信者はエホバの証人を抜けてしまうと、信者である家族とは一切連絡が取れなくなってしまいます。タモさんたちはこれを恐れて自然消滅を目指します。私も全く同じ理由でフェードアウトしました。でも回収には言わないとしても、自分の母親には一応抜けることを説明しておこうと思ったそうで、お母さんに話しに行きます。お母さんにエホバの証人を抜けたいと言ったら、案の定大騒ぎになりました。エホバから離れて幸せになれるはずないわ。旦那さんは他で女を作って、千春はいじめられて自殺するに決まってる、不幸になるに決まってると言うんです。これは前回私が出した Vlog でちょうど話した通り、母も全く同じことを言うので、ここまで同じことを言うかってびっくりしました。私の母もエホバから離れたら絶対に不幸になる、旦那さんは世の人だから絶対に浮気するっていつも言うんですね。またタモさんは統治体への不信感についてもお母さんに話すんですけども、組織も不完全なのよ。時に間違いも起こすけど、エホバが正してくださるわ。エホバを待てばいいのよと言われてしまうんです。もう何を言っても無駄なんです。こうしてタモさんと旦那さんはエホバの証人からフェードアウトしていくのですが、これまでタモさんはがっつりエホバの教えにハマっていたし、友達も組織の中にしかいなかったので、これからこの世でやっていけるか不安になってしまいます。旦那さんもこれからは何でも自分で考えて決める癖をつけていかないといけないなと思って、自己啓発本を読み漁るようになります。というのも、エホバの証人の組織の中にいた頃は、人間は不完全だから自分の理解に頼ってはならないと言われて、全てエホバやエホバの組織に依存させられるんです。特に2世信者は親がこの宗教を信じているから自動的にそれを信じていた人も多いと思います。子供の頃から何でもエホバが絶対正しいと教えられます。なのでその組織を離れてからは自分で考えて、自分で何を信じるか、何が良くて何が悪いか、自分がどう生きていきたいか考える癖をつける必要がありますよね。またエホバの証人は霊的活動を優先できるように、正社員ではなくて時間に融通の利くパートタイムで働くことを推奨されているんですけども、タモさんの旦那さんもこれまでパートで働いていたようで、楽園なんて来ないんだからまずは転職して老後のためにちゃんと貯蓄しないと言います。信者の中ではもうすぐハルマゲドンが来るからという理由で、年金も保険も払っていない人がいることについて触れられていました。お恥ずかしい話なのですが、私の母もハルマゲドンが近いし、私たちの世代は老後なんて見ないかもしれない、年金なんて払わなくていいというタイプなんですね。そういう年金も保険も払っていない人たちが老後をどうするかっていうと、エホバが養ってくださるってよく言うんですけども、組織が別にお金をくれるわけではないので、生活保護を申請することになると思うんですけども、それってエホバの証人が滅びると触れ回ってきたサタンの世の中から養ってもらうことになりますよね。
それってなんか矛盾しているというか皮肉だなと思います。これまでエホバの証人にどっぷりハマっていて、雨の日も風の日も嫌な思いをさせられても、ものすごく真剣に来る日も来る日もハルマゲドンがもうすぐやってくるという嘘を述べ伝えていたんだなと思うと恥ずかしくて死にたくなる。エホバの組織が憎くて仕方がないというか、どうしようもない気持ちになると旦那さんに話します。これもすごく気持ちよくわかります。私もかつてはハルマゲドンが本当に来ると信じていたので、一人でも多く滅びの道から救わなきゃと思って、来る日も来る日も布教活動に邁進していました。今思うとあれは何だったんだろうと思います。宗教にハマった母を憎いと感じたり、組織を恨む気持ちがあります。タモさんの言葉に対して旦那さんは、エホバの証人の信者はこの宗教内でしか生きられない人ばかり、目が覚めない人は何をやったって覚めないから説得するだけ無駄だと言うんですね。私も本当は母にエホバの証人を抜けてほしいなという思いもあるのですが、やっぱり何を言っても本当に無駄なんです。また母はエホバの組織や楽園の希望に頼り切ってしまっているから、もしそんな母から楽園の希望を奪ってしまったら絶望してしまって生きる気力を失ってしまうんじゃないかなとか、いろいろ考えてしまいます。母はもうこの世の生活を完全に諦めてしまっていて、旅行に行ったりとかそういう楽しいこととか全然しないし、楽園になってからこの動物で遊びたいとか、楽園になったらここに行ってみたいとか言うんですね。本人にとって何が一番幸せなんだろうって考えます。心に残っているのは、タモさんの旦那さんが人が与えられた命を存分に用いることこそ神のご意志なんじゃないか。エホバの証人のストイックな生き方もいいけど、神からしてみれば気持ちは嬉しいけど、お前らもうちょっと人生楽しめよって感じなんじゃないかなって言うんですね。私ももし神が本当にいるとしたら、そういう神様だったらいいなと思います。最後にタモさんは、25年前の私は死ぬのが怖くて生きる目的が知りたくて、楽園という決して死ぬことのない世界に見せられていたが、限りのある命だからこそ、今日が最後かもしれないと思うからこそ、その一瞬一瞬を大切にできると言って終わります。私も結局なんでエホバの証人にハマったかっていうと、死ぬのが怖いし楽園で永遠に生きられるというファンタジーに魅力を感じていたんだと思います。エホバの証人の組織や教えの矛盾に気づいてしまって、ハルマゲドンなんて来ないと初めて気づいた時はちょっとパニックになりました。やっぱり長い間信じていたので。でも今はハルマゲドンが来ないことを受け入れて、命を大切に生きていくしかないと思っています。長くなってしまいましたが、ここでは語りきれないほど細かい共感ポイントがたくさんあります。私は電子書籍で購入しましたが、Amazon などでも購入できますので、まだ読んでいない方にはおすすめです。またこの書籍は英語にも翻訳されています。漫画でエホバの証人独特の体験を描くユニークな作品ですし、英語に翻訳されて世界中のより多くの方に読まれるようになるのはとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。グッドボタンやコメントも励みになります。